度の飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。3度の飯より江戸が好きと言いつつ、3度の飯も大好きということで、食をテーマにした日本博コラボ動画、今回のテーマは江戸のグルメということで、美味しいものが描かれた浮世絵をたくさんご紹介していきますよ。早速ですが、私の後ろもなんかグルメな雰囲気が漂っております。はい、どこかの里山の中といった雰囲気ですが、赤く色づいているのはもみじですね。どうやらもみじ狩りにやってきたやんごとなき身分のご一行様のご様子です。ピクニックには少し肌寒い季節ですからね、奥でお女中が熱燗をつけています。お酒を飲んでいる男性の前にはいかにも美味しいものがいっぱい詰まっていそうな蒔絵のお重もありますが、でもなんか向こうの方が気になっている様子です。視線の先を見ると、なんだか楽しげな男女が、よく見るとしゃがみ込んで何かを地面から取っていますね。取れた何かをざるに乗せてこっちに運んでくる人もいますよ。一体何が取れたんでしょうか。そう、キノコ。こちらは松茸狩りの様子なんです。江戸の中心部からちょっと離れると、こういった里山があって、薪とか生活で使う燃料を調達するためによく人が入っていたんですが、こういった里山ではたくさんキノコ、特に松茸が取れたんです。秋のレジャーといえばキノコ狩り、キノコ狩りといえば松茸というくらいポピュラーでした。里山に適度に人が入って栄養が乏しくなった環境が、松茸が育つのにちょうどいい環境を作っていたみたいなんですね。庶民も秋になるとキノコ狩りに行って松茸を取って薄く切ってお鍋に入れたりとか、炙ってお醤油をつけて食べたりしていましたよ。旬の味覚がただで手に入るなんて羨ましいです。ただね、今の日本では香りがいいということで高級食材の松茸ですが、世界的には匂いが苦手ということで全く人気がない食材なんですよね。ちなみに江戸時代はね、高級なキノコといえばキノコでした。何だと思いますか？そう、しいたけ。江戸時代以前は人工栽培の技術がなくて、自然に生えているものを収穫していた超貴重品で、江戸時代に入ると人工栽培もされるようになったんですが、その方法は木に切れ目を入れて、しいたけの胞子が偶然飛んできて育つのを待つという、ほぼ運任せな方法。育成環境も人が入って栄養が少なくなった場所じゃなくて、めったに人が入ってこないような豊かな土壌がないと育たないので、本当にお目にかかれない超レアキノコだったんです。このためしいたけはお正月とか特別な日にしか食べられない晴れの日のキノコでした。今でもその名残でお正月のおせちにはしいたけの煮しめ入れますよね。まとめますと、江戸時代は庶民のキノコが松茸で、希少価値の高い高級食材がしいたけだったということで、松茸としいたけの関係、今と逆だったんですね。もっともこの関係が変わったのは昭和20年代頃からのことなんです。しいたけが人工養殖で大量生産ができるようになった一方で、電気やガスの普及で里山に人が入らなくなったり、里山自体がなくなったことで松茸が自然には育たなくなって希少価値が逆転しました。なので今から数十年後には、高級食材って昔は庶民的な食べ物だったのっていうようなこともね、出てくると思いますよ。実は食の価値観の変化って江戸時代中にも起こっているんです。例えば握り寿司、
握り寿司は江戸時代後期に生まれた江戸っ子のファストフードということで、当チャンネルでもたびたび取り上げてきました。江戸前の海で毎日大量に取れる新鮮な魚介類を使って、一つが握り拳大の大きなサイズの食べきりサイズで、大体が屋台で売られていて、価格は1つ8文およそ160円ぐらいということで、コンビニのおにぎり感覚でした。今では贅沢なものっていうようなイメージもあるのに羨ましいですよね。一方でこの握り寿司、幕末の頃までには屋台ではなく店舗を構えてお座敷でいただくような高級店も登場しているんです。こちらは左手に折り詰め、右手に小皿に盛った握り寿司を持ったお嬢さんと、年の離れた弟さんでしょうか、小さな子供がおいらにもくれよということでお寿司をねだっている様子ですね。余白には幼子もねだるあたけの松が寿司と書かれています。小さな子供でもこのお寿司がただの握り寿司じゃないということがわかるんでしょう。今でもそうですが、〇〇発祥のお店ってブランドですよね。握り寿司の場合もそうで、発祥の店として知られている2店舗、両国の花屋与兵、もしくは本所あたけの堺屋松五郎の松寿司、これは松の寿司とか松が寿司とかも言いますが、この松寿司が有名でした。特にこの松寿司はとにかく高価で、なんと1個250文、およそ5000円ほどだったという逸話も残ってるんです。一体なぜって感じですが、実は近くに中野石王という当時政財界の大物が住んでおりまして、グルメで知られていたものですから、みんな賄賂として近くの有名店の松寿司をこぞって献上したんですね。これで異様なブランド化を遂げたというわけなんです。つまりこういう松寿司の折り詰めは贅沢の象徴というわけなんですね。ちなみに当時の握り寿司はこんな風に縦に盛ります。一番上はだいたいエビですね。紅白で縁起がいいので人気ネタでした。エビの下は卵かな、美味しそうですね。屋台売りのファストフードから高級化していったものといえば、あの揚げ物もそうですよ。そう、天ぷら。屋台では魚介類に薄く小麦粉をつけてごま油で揚げたものを一串4文80円くらいでコンビニの唐揚げ感覚で売っていたファストフードなわけですが、深川の櫓下のお座敷あたりからその名も金ぷらという高級志向の天ぷら料理を出す店が出てくるようになりました。お姉さんも卵をたっぷり使って衣サクサクな金ぷらをお召し上がりのご様子です。尻尾がついているので大ぶりのエビでしょうね。串に刺して後ろの天つゆにつけて食べるのかな、美味しそうです。値段はいろいろあったようですが、56文から100文およそ1120円から2000円くらいということで、こうなると立派なごちそうです。そして江戸のグルメの決定版といえば、この有名料亭のお話をせねばなりますまい。江戸の遊郭吉原にほど近い山谷の料亭八百膳。窓からは富士山も見え、お侍さんも袴を脱いで着流しになってリラックスモード。いい雰囲気ですね。お食事は巨大なお敷の上に大皿や朱塗りの箱、深いお皿には何が入ってるんでしょうかね。たくさんお箸があるので、これから人数が増えるのかもしれません。江戸の料亭で大人数が集まるときは、こうやって大皿から小皿に取り分けて料理をいただくことが多かったですね。ちなみに手前に置かれているのは杯を洗うための杯洗。高級感漂っております。八百膳といえばさまざまな伝説がありますが、なんといっても一両二分のお茶漬け伝説。ある日、とある食通が数名で八百膳を訪れ、極上の茶漬けというメニューを注文しました。しかしなかなかお茶漬けは出てきません。半日経ってやっと出てきたのは、なるほど確かに美味しいお茶漬けでしたが、
お勘定が1両2分、およそ10万円と聞いてびっくり仰天。食通たちはさすがに高すぎると主人に言うと、主人はこう答えたと言います。お客様、このものは春には珍しいウリとナスを切り混ぜにしたものでございます。茶は玉露、米は越後の一粒よりで、玉露に合わせる水は飛脚に玉川上水の取水口まで汲みに行かせました。それを聞いて通人たちは、なるほど、さすが八百善だと納得してお金を払って帰ったと言います。いや、私だったら、いやそこまでしてほしいなんてお願いしてませんけどってこねますけどね。今ならなんか炎上しそうな感じしますが、当時のグルメは心が広い。こういう寛容な心が文化を育んだのかもしれませんね。はい、というわけで本日の動画、お江戸いいねと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。